皆さんこんにちは。こんにちは。ご機嫌遊ばせ。遊ばせ。今駐車場に来てます。はい。今僕たちはどこにいるかと言いますと、今私たちは神奈川県新横浜に来ています。駐車場にスイちゃんを止めてきたところです。なぜ今回横浜かと言いますと、僕たちの大好きなラーメンが食べられるラーメン博物館に行こうと思って横浜までやってきました。今ちょうど真冬なこともあって行きたい場所がどうしてもちょうど寒波の影響もあって雪だったりとかで、安全を考えて近いということをラーメンを食べたいということを行ったことのないところもあるので、今回は神奈川県に旅先を決めました。2日間かけて神奈川県を楽しんでいきたいと思います。はい、今回も前半後半に分けて動画でお届けしようと思っています。はい、ここから10分ほど歩いて横浜駅のすぐ近くの博物館まで行くんですが、ここの駐車場でしたら24時間で800円いけるそうなので、かなり安いと思います。周辺と比べたらめちゃくちゃ寒い。もうすでに寒いけど雪とかはやっぱ降ってないので、全然道路状況も安心でした。それでは今回も食べまくっていきたいと思いますが、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ラーメン博物館のそばの駐車場は24時間1500円。だいたい1200円から1500円ぐらいかな。やっぱだいぶ違うね。違うね。まあ東京に比べたらかもだけど割と高いよね。それでも東京のスタバほど高いっていうところはもうないかも。止めることが。あった。ここじゃん。あ、本当だ。ここにも駐車場あるんだね。うん、そうあるけど高かったからやめたんだよね。30分250円だって。会員の方無料が60分で、利用は30分無料。30分でラーメン食べるだけならいいかもね。まあそうだね。こちらです。到着しました。こちらで撮影許可もいただいているので450円だそうです。こうやってチケットを買うんだね。Stay the night, oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors. Now it's gray. Till I met you at the concert the other day. The whole room lit up with warm, sunny rays. すげえ。世界観がちょっと映画村みたい。ああ、そうだね。映画村みたいだね。おお。面白い。じゃあまずはここで食べたいと思います。ありがたいね。全部停車熊本ラーメン小紫。キャッシュレス決済っていうのがありがたいラーメン屋だけど、このお店もミニラーメンを用意してくれてるので、そういったのを注文していこうと思います。お支払い方法を QR コードをいただきます。いただきます。熊本ラーメンってこんなに麺が細すぎない感じだったっけ？だから食べてないからわかんない。ね、いやもう全然熊本ラーメンマジで食べてない。思った以上にあっさりだった。なんか見た目はうまかっちゃんみたいなんだけど細すぎない。全然豚骨臭くない。確かに食べやすい。美味しい。歯切れが良くてちょうどいい太さ。うんうん。熊本のラーメンってマジで食べてないな。なんか黒豚骨とかあるよね、熊本って。うん。こっちのイメージの方が強いけど。ミニいいね。見た目のボリュームがすごい少なく見えるけど、寒いからいいですね今日は。いいですね。普段はですねそんなラーメンとか食べてないですよ。安心してください。てかラーメンはもう本当出かける時しか食べないね。うる
つも日本一周中にやっぱご当地のラーメン食べてるうちにラーメンの美味しさを知れたというかっていうのはある。昔からめっちゃラーメンが好きだったかっていうとそうではない。そうだね。この印象としては炒めたニンニクが強く効いてるような感じがしました。ごちそうさまでした。美味しかったです。それでは次。お支払いいただきます。2軒目は山形の龍上海です。山形に行った時に私たちも本場を食べました。すごい麺が太くてもちもちで味噌がベースのラーメンです。もう香りから味噌の香りです。麺のこう唇を通っていく時のトゥル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 がなんか違うね。全然違うね、さっきとやっぱ。縮れ麺ならではの食感。めっちゃ絡みつくんだね、やっぱこの縮れ麺だと。そうだね。やっぱつるもち食感に変わる。そう、つるもち。ここはしっかり味がついてる。普通の味噌ラーメンとは違うんだよね。起源の伝説的には残ったスープに味噌を入れてできたスープ。味噌汁代わりに飲んでるみたいな感じらしい。だから味噌ラーメンの味噌とはちょっと違うんだよね。確かに。濃いね、やっぱね。濃い。でこの辛みがちょうどいい。辛さがないと物足りなさはやっぱあるな。おいしい。確かに他にはないラーメンだって改めて思った。チャーシューはしっかりだ。さすがに家系までの濃さはないけど、この味噌の濃さがすごく強い。ご飯が欲しくなるようなラーメン。最後にご飯入れて良さそうだよね。やっぱり美味しかった。ごちそうさまでした。それでは次。はい。お支払い方法続いては新道ラーメンです。ここはタイのラーメン屋さんだそうです。タイで最も予約が取れないラーメン店だそうです。ここは10月からオープンしての約1年間の限定出店だそう。逆輸入っていうラーメン、面白いなって思います。ちょっと気になりますね。ね、ムール貝などの旨味を極限まで引き出したスープ。楽しみですね。楽しみです。いただきます。いただきます。まずはスープから飲んでみようかな。ここはムール貝の出汁を感じます。ムール貝ってところがすごい。しっかり油を感じるスープですね。あ、感じる感じる。貝の出汁。本当に貝なのかい？それは貝貝。あ、そうかい。すごい不思議なよ。醤油。結構、感じた？感じるし、なんかね、麺にもしっかり醤油なのに絡んでる。縮れ麺でもないけどしっかりまとわりつくために油を多くしてるのかな。なんかちょっととろみがあるよ、スープに。だからしっかり麺にスープが絡んで、なんか小麦の香りかなって思ったらちゃんと貝の出汁の味もする。あっさり醤油とはちょっと違う。まとわりつくね。日本のラーメンとタイの融合って感じで。スープに少し癖があるようにも俺は感じる。これがムール貝のあれ風味なのか。普通の醤油とは違うよね。違う。だからこの醤油ラーメンの味ではないよね。結構違う。見た目と反して。チャーシューはほろっととろける系のチャーシューです。タイ料理とかって風味が違うじゃん、日本のとは。そうだね。ナンプラーとか入れるイメージ。ちょっとその味とか俺は分かんないけど、私もわかんない。そういう雰囲気の日本のラーメンとはやっぱちょっと違うんだなって思う。食べたことないんだけど、なんかパクチーとかをわさって入れたら美味しいんじゃないって勝手に思った。ないけど食べないけど勝手に思っただけ。またちょっと新しいラーメン発見できた気がする。ごちそうさまでした。これは得意不得意はあるかもしれない。ちょっと独特な風味も強めに感じられた気がします。それでは休憩。本
本日男風呂修復中について入浴できません。失礼します。なぜ女風呂にそんなのがあるのかってとかね。男の人だよねこれきっと。うわーなんかちょっと嫌だこれ。これね最高にフィットするかもね。確かにフィットしてる。でねここに鏡があるからちょうど網の後ろ姿を見えててね。あー、りょうくんの体本当はこんなんじゃないんです。こんなんじゃないよ。こんなんじゃないからね。面白い。面白い。この先に待ち受けるのは、出たこいつ富士山の泉に浮かぶ奇妙な生物。なんか言ってる。なんか言ってる。高速まばたき。暗いこの高速まばたき。見えてないし、見えてないって見えてないか。目がこぼ。元小学校教員であるりょうくんにここでクエスチョン。日本で最初にラーメンを食べたのは一体歴史上の人物誰でしょうか。これはとても有名な話らしいですよ。皆さんも考えてください。そうですね。もう江日本で戸時代だよね。徳川お合ってんの？徳川家光。正解は人生楽は略その人もあるさで有名な水戸黄門こと徳川光圀だそうです。光圀さんでしたか。あ、そうなんだ。文献上らしいけどね。多分この動画を見てる俺たち視聴者さんたちは結構知ってる人多いだろう多いかもですね。これはさすがに小学校の教科書には載ってなかったと思いますけど。こいつ郵便局のバイクでブンブン鳴らしてやがる。ちゃんと仕事してるんですね。はい、ありがとうございます。いつも。目からビーム、目からビーム、目からビーム。やべえこいつ。キモい。私これにしていい？とろろを追加したいよね。とろろいらない？いります。お支払い方法を。いただきます。話し合いの結果これがラストラーメンとなりました。ちょっとあと2杯はもういいかなって感じになっちゃいましたね。約2年半ぶりぐらいのミラクですね。そうだね。利尻島で食べました。いただきます。なんか全てにおいてキレがいい。キレがいい。って言ったらいいか、最後にもうふさわしいラーメンです。利尻昆布を使ったらしいですのでね、今回トッピングでとろろ昆布もつけました。これは必須ですね。これを食べて。最高。最高ですか。
もうね、しみる。何にしみるかわかんないけど、しみる。あだから利尻の景色がこうパーッと蘇るようでしょ。利尻島で知った景色が。自転車で走った景色ね。これが昆布だしか。結構濃い感じだね。そうだね。焼き醤油っぽい感じです。確かにね、濃いけど切れよくない？おっしゃる通りです。切れがいい。さっと。なんか麺も細いけど弾力もあるけど切れがいいです。細い縮れ麺だ。この感じ久々だ。最近ずっと食べてきたラーメンこんなんじゃなかった。ね、美味しいね、やっぱり。美味しいね。ラーメンばっかり今日は食べてますけど、締めもラーメンということで。とろろが大好きな人はもうこれ倍の倍に乗せたいぐらい美味しい。倍の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 倍倍倍とろろ。はい、とろろ美味しいです。こんなメンマ入ってたっけ？メンマが紙切れメンマ。しっかり醤油だね、ここは。そうだね。さっきのタイの醤油とやっぱ違うね。ザ、だし、醤油。こっちの方がちらは好きかな。やっぱ日本人には口になってる。こっちもさ、結構油は浮いてるじゃん。うん。もうあっさり醤油だよね。うん。濃いけどあっさり。ああ、味を思い出した。思い出したやろ。私結構ここの印象的だったから割と覚えてたんだよ。疲れって塩分飛んだ後に食べてもすごく染みそう。染みそうだね。だしも染みそう。体が元気になりそうなラーメン。ごちそうさまでした。これにてラーメン博物館終了。カン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 。美味しかったです。はい、大満足です。お腹いっぱいです。ラーメン博物館から1時間ほどかけてこちらまで移動してきました。はい、道の駅湘南茅ヶ崎という割と新しい道の駅です。まだ2025年にオープンしたばかりなので、とても新しい道の駅ですね。いろんなテレビ番組とかでも出てたんですけど、 Google の口コミだといろんな辛口評価もありますが、自分たちの目で一度見ておきたいということで来ました。はい、でもすごい高ポイントがありまして、あそこのガソリンスタンドが軽油が安い。こちらにネオスがありますが、軽油が一番低くて124円、レギュラーで141円です。安い。ということで、もうだいぶ日は暮れてしまい、風もね強いんだけど中に入ってみましょう。6時までやってるので一応中を見てみたいと思います。湘南感のある木とかね、うんちょっと明るい感じを感じます。I keep repeating the same mistakes. イエー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 イ一方的な一方通行ですね。こちらの道の駅はサザンの出身地であります湘南ですので、ずーっと爆音で流れてるんですね。サザンがずっと流れてる。サザン好きにはたまらんね。Oh, tomorrow's near. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. 想像以上に充実してたけどね。うん、めっちゃいいと思うよ。湘南ならではのものがいっぱいあるっていうか、なんか結構知らなかったけど、お茶とかね、ラズベリーだとかね、いろいろあるんだなって思った。なんか夜食べるものを買いましょう。もう今日はラーメン食いすぎたから。こう見た感じ、お菓子系と海鮮系のやつも置いてあるし、野菜が多いね。野菜も多い。こう品揃えがいっぱい。うん。お茶入れられるポット持ってこなかった。残 It's 念。 gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade. 2階はフードコートになってます。広いね。食べるところが広い。お店は3つだった。うん。時牧場っていうのはこの辺では有名なので、ねなんかメンチカツが下にいっぱい置いてあって、うんうん、そうだね。賞を取ったメンチカツ、茅ヶ崎メンチカツっていうんだって。しらすも有名ですね。生しらすですね。6時で閉店となりますので、そろそろ出たいと思います。Tomorrow, oh, 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 oh.
爽快茅ヶ崎温泉、風呂に入って温まろう。おお、採用。はい、平日880円です。一回爽快怪物くんで放送って言ったんだけど、採用じゃなくてもうパクリでした。行ってきます。温泉から帰ってきまして、道の駅でゆったりしております。ゆったりし始めたとこです。はい。明日はちょっと早いので、もうちょっとだけ軽食を食べて寝ます。みはポンカンが食べたかったから買って、俺は無添加茅ヶ崎山荘プリンっていうのを買いました。ラーメン食べてあの時お腹いっぱいになってたけど、サンナとか入ってたら腹減ってきた。減ってないです。お腹空いたよ。全然減ってません。私はもう十分な糖を摂取しすぎて、むしろいいぐらいです。サラダを食べたいな。だからみかんを買ったんだよ。トマトもいっぱい売ってたじゃん。なんか今人気らしいよこれ。見た目以上に滑らか。カラメルはそれほど苦くなくて、プルプル滑らかプリンが美味しいです。本館はとてもみずみずしくて、皮が薄めでジューシーで美味しいです。昼食レポってことで、今日行った温泉はこの周辺に3つぐらい温泉あったけど、天然温泉で終わったね。だけどその中で一番安い温泉に入って、1996年から営業してる温泉でしたけど、自分らが生まれた次の年ですね。つまり29年と。綺麗だったよね。その割にはリニューアルとかしてるのだろうけど、サウナも3種類あったし、露天もね、壺湯などぬる湯だの天然温泉だの、寝転がれる場所も置いてあったしね。今日はちょっと風が冷たかったから気持ちよかったんじゃない？サウナ後の。整えました今日はちゃんと。よかったですね。プリン一緒に買おうって言ったけど、アミがいらないって言ったから俺だけ食べてます。なんでりょうくんだけって思われたら困るからちゃんと言っとかね。その代わりに私はみかんを買ったから、ポンカン買ったからポンカン全部私のねって話をしてます。あれ、アミは半分するって話してた。これ半分しなかったからダメ。こっちは半分しないからもう一個買おうやって言ってよ。ダメです。じゃあ君は1個だけ。1個で十分。結構酸っぱいかな。なんか想像していた通り車がブンブン言ってます。バイクの率が高い。走ってて。それはそうかも。湘南はバイクが多いのかな。まあどこにでもいるけどね。ラーメン博物館の郵便局のバイクを盗んで動かさせようかな。動かないだろうけど。明日の早朝から鎌倉を楽しもうと思っているので、江ノ島鎌倉だね。初めてだからね。天気が心配ではありますが、江ノ電に乗ってみようと思ってるので、電車楽しみなんだけど、天気は仕方ありません。本州中にね、江ノ島の方は、鎌倉の方は通らずだからね。そちらの動画は次回の動画でどうぞお楽しみください。はい、今回は本当にラーメンを食べただけの動画になりましたが、ラーメン博物館思った以上に楽しかったかな、って思った。気軽に行ける場所っていうのもいいなと思いましたし、全国の代表的なラーメンを一気に味わうことができるのがラーメン博物館の魅力かなって思いましたね。博物館だから展示もあったり、歴史学べたり、雰囲気を味わえたりっていうのも込みだからすごい楽しめたし、ミニラーメンっていうのがあるからこそいろいろ食べたいとなるし、食べれた、今回は4杯ずつ食べましたが、日本一周中だったらきっと全部食べられたぐらいどうかな、の大きさだったかもしれませんけど、すごい楽しかったです。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。ラーメン博物館に行こうと思ってもね、僕たちのコーヒー豆販売の2回目が2月20日金曜日までとなっております。今回は新しく2種類のお豆も追加されておりますので、まだご検討中の方はお早めにお買い求めください。寺田夫婦の気分のコーヒーでいい気分を味わいましょう。